皆さんこんにちは、のばなです。サウスカロライナ州も朝晩はだいぶ冷え込んできました。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。動画編集をしている今日、日本に女性の首相が誕生したということで本当に嬉しく思います。さて、ご近所さんからお借りしている家庭菜園、小松菜と株を植えて1ヶ月が経ちました。結構ほったらかしだったのですが、小松菜がほとんど虫に食われることなく育ち、めっちゃ嬉しいです。株の方はあんまり大きくならず、もう少し待ってみようと思います。小松菜はこちらのスーパーでは見かけないので、こんなにわさわさ育ってくれて嬉しい限りです。物価上昇は止まることなく上がり続けているなと感じるので、少しでも自分で野菜を育てることができたらいいですよね。最近は英語の YouTube 動画であっても日本語で聞くことができるので、アメリカ人の動画を見たりするのですが、買えば買うほど企業は値上げしてくるんだから、できるだけ家庭菜園をしてくださいとか、今年は子供たちに配るハロウィンのお菓子を買ってる場合じゃない、自分が生きるためにお金を使ってくださいなどの動画を見ました。ハロウィン当日、子供たちは歩いてお菓子をもらいに行くわけですが、そのお菓子の中に何が入っているかわからないから、手作りのものはダメだとか、お菓子の袋に穴が開いていないか確認しないといけないとかを聞きました。これを聞いたときは本当にびっくりしました。じゃあもう仮装だけ楽しんでお菓子なしにしたらいいやんって思うのは私だけなのでしょうか。企業が儲けるだけのイベントやんかって思う私は冷たい人間なのでしょうか。皆さんの意見もお聞かせください。皆さん、アメリカにはSNAP フードスタンプというものがあるのをご存知でしょうか。私も詳しくはないので調べたところによると、低所得の人々がスーパーやマーケットで食品を買えるデビットカード型のカードに毎月政府からお金がチャージされる仕組みのようです。ちなみにお酒やタバコ、生活用品などは買えないようです。申請できるのは所得や資産が一定基準以下の人に限られているようですが、現在全米人口の 12%、約4200万人がフードスタンプを受け取っているようです。経済大国、先進国、GDP1 位、そんなものは全く当てにならない。実際はこんなにも困っている人がいる。住んでみないとわからないことがたくさんあるなーって思います。このフードスタンプ、このままアメリカの政府閉鎖が続けば、11月にはフードスタンプ給付に遅延や停止が生じる可能性があるようです。11月といえば、アメリカで最も大切とされるイベント、感謝祭があります。家族や親戚が集まって七面鳥などを食べる伝統的な祝日ですが、そのイベントさえも奪ってしまうのではないかと思うと心が痛みます。うちは何にもする予定ないですけどね。でも娘の8歳の誕生日があるのでケーキは作って食べる予定です。1年前と現在の物価を比べると明らかに高くなっているアメリカですが、この食洗機タブレット、去年は62個入っていたんですが、数が減ってますね。なんこの57個入りとか59個入りとか中途半端な数。ちなみに帰宅して数えたらぴったり59個入りでした。食洗機洗浄液もドイツで同じものを購入するともっと安いんですよね。そしてトイレットペーパー、今年はさらに高いと感じます。これは生活必需品なので買うしかないのですが、本当に高い。こちらのメーカーの方がまだちょっと安いんですが、安いと1ロールがすぐなくなったりするんですよね。欲しいものを買うのではなく、生きるために必要なものを買う。
季節のものはあんまり買いたくないというのが正直な意見です。今年のハロウィンは飾り付けはほぼなしです。洗濯洗剤も去年の夏と比べて値段が上がったかどうか調べるために自分の過去の動画を見返しました。やっぱり値段が上がっていました。今日はクリアランスで少しでも安く買えてよかったです。ボディーソープも10ドル超えのものが多いですが、ボディーソープってこんなに高かったでしたっけ？国民がどれだけ困っていようとどんどん値上げしてくる状況に腹が立つので、一人不買運動でもしないといけませんよね。でも一番下の段に安いボディーソープが並んでいます。買い物の後はピックルボールをしに来ました。朝の9時から2時間ほどピックルボールを楽しんでいます。2ドル払えばいろんな人とプレーができるので楽しんでいますが、60歳以上の人が大半でアメリカ人のタフさに驚いています。帰り道、サウスカロライナ州はガソリンが安くて本当に助かっています。家に帰ってきてからは今朝収穫した小松菜を料理します。小松菜のシャキシャキ感がたまりませんよね。私が海外で暮らしていて恋しくなる食材は舞茸や水菜、みょうがなどですね。日本から野菜の種をアメリカに持って帰ってきたいのですが、種を持ち込むのは禁止なので、今回は小松菜の種がアメリカで手に入ってめっちゃ嬉しかったです。椎茸はこちらでも手に入りますが、香りが全然違うなーって思います。日本に帰国した際はキノコ類を食べまくらないといけません。海外在住の皆さんは日本のどんな食材が恋しいですか？日本に帰国するまであと7ヶ月、食べたいものリストを作らないといけません。2ヶ月もの間、日本に滞在できるなんて夢のようです。子供たちの日本語が伸びることを願います。あと、子供たちはまだカラオケに行ったことがないので、絶対連れて行きたいなーって思っています。そういえば先日、夫と子供たち3人でボーリングに行ったのですが、予約手数料含めて75ドルでした。1時間だけプレイして3人で1万1000円って、もう私はいかんでいいわーってなりました。ピックルボールが2ドルでプレイできるのは本当にありがたいって話ですよね。これはピックルボールをするためパンパカチャンネルとうとうゲット。ピックルボールのパドル。これ買いました。これなんで買うんですか？学校で喋ったから英語。これがお母さんで、このみんなが赤ちゃんで、これでハートを作る。まだこの紫のもの見えますか？それはこうやってやったら猫が遊ぶ。よし、じゃあこれとパドルゲットしました。じゃあ行こうか。行くよ。バイバイ。ハロウィン、母親の私は全く盛り上がっていないのですが、それを子供たちに押し付けるのは良くないと思うので、子供たちの仮装するための衣装を見に来ました。年に一度しか着いへんのにあんまりお金かけたくないなというのが正直なところですが、子供たちなりに頑張って母国語ではない英語を話しながらアメリカで暮らしているので、
楽しみを奪いたくはないんですよね。最近はネットフリックスの K-POP デンモンハンターズが流行っているらしく、娘はそのアニメの主人公の服が欲しいみたいです。その主人公の服はありましたが、サイズがありません。今日は諦めます。私はみんなと被るような服着てもおもんないでーと娘に言っていたら、やっぱり禰豆子にするって言って禰豆子の衣装を Amazon で買うことになりました。娘が禰豆子なら息子は炭治郎って思うところですが、息子は炭治郎にはならないみたいです。この辺に並んでいる衣装も面白いですよね。お相撲さんの衣装もあります。私は日本人ですからこれにすべきかもしれません。ハロウィーンはできるだけコストをかけず子どもたちが楽しめるように試行錯誤したいと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。It's time for Monkey Business!